小池です。どうもついでそしてのすけです。よっよし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 。はい、ということで毎週火曜日はですね、昨日ジャンプでワンピースが連載しているわけですから、深掘り会ということでね、フはいァイナルチキンファイナリストのですね、のすけさんによる深掘り会なんですけど、昨日僕結構喋っちゃいましたよ。あ、そうっすね。大丈夫ですか？これ僕最近思うんですよ、小池さん。この深掘り会も言ったら結構な回数やらせてもらってるんですよ、僕。数ヶ月にわたってほとんど毎週やらせてもらってる状況で、必然的にその輪のですね、読み込みがもう半端なくなってるんですよ。大丈夫ですか？なんかでも前回も好評で、天が割れたということでね、そのなんか雲について20分間話されても石原良純さんみたいな仕事されてる。もう気象予報士ぐらいで、ほんまにマッキーさんが雲の種類まで全部言ってくれましたからね。だからそのぐらい一を読み込むっていうことがなんか習慣になってきちゃったんですよ。なるほど。おお、すごい。ってなってくると、僕に芽生える感情、これワンピースおもろなんですよ。何週読んでもおもろいです。そう、やっぱりね。そう、こんだけ2日間にわたってもまだまだ言いたいことどんどん出てくるなっていうことで、今週ももちろんありましたんで、ある？めちゃめちゃ言ってきたいと思います。どこ？いやもうこれめちゃくちゃありましたよ。まずちょっと最初に言いたいんですけど、先週雲の話させてもらって、ロシアと白ひげの時となんか違いみたいなこと言ったんですよ。そう割れてるか割れてるか。今週の1ページ目にロシアと白ひげが激突した時、天が割れたって書いたんですよね。割れてないみたいな雰囲気言っちゃったんで、ちょっと違いはあったかなと僕の考えてね。まず今そっとサムネ変わってるかもしれません。皆さん変わってたら察してください。ただまあ解釈の違いもあってね、読み込み方が変わってくるんだなっていう、そう面白さもあったなってことなんですね。まあやっぱりキングからいこうかなって思うんですよね。やっぱりですか。この素顔問題。素顔問題いっちゃいたいなと思ったんですよ。はい。昨日ちなみにどういうお考えでいきました？キングの顔に関して。だからもう知り合い説はなくなったのと思ってるんです。そうですね。あとはやっぱ怪我を負ってるとか、なんか直射日光浴びたらなんかやけどしちゃうみたいなとか、そういう構造とか体質とか過去が描かれるためのマスクなのかなっていうふうに僕は思ってます。なるほどなるほど。確かにそうですね。その可能性あると思います。で、今まで出てきたキャラじゃないのがめちゃくちゃ重要というか面白い要素だと思ってて、キングのですね、年齢とかから考えてみたりしたんですよ。今これキングのリブルカード出て47歳って言うんですよね。結構年齢ですね。そう例えばシャンクスとかって今39歳だと。そうで38年前にゴッドバレー事件がありましたと。そのキャラの出生と近い時期に何らかの事件があったみたいなパターンって意外といくつかあるんですよ。なるほどね。そうだからキングも下手したらそういうことなってんじゃねってちょっと見てみたんですよ。なるほど。年表僕調べたんです。したら47年前付近なんもなかったです。今んと限られなってることなかった。確かにね。逆にそれが面白いと思ったんです。だから完全に新規の物語がこれから語られていくわけですよ。ルナーリア族が関わってるんじゃないかとか。そうだからそこがめっちゃいいなって思うんです。なるほどなるほど。なるほど。まあ30数年前ぐらいのことしかよく分かってないもんね、僕ら。そうなんです。そうですね。大海賊以前の話ってまだまだ謎が多い。だからキングを皮切りに今後そのあたりの話が描かれるっていうのがめっちゃこれ期待できるなと思った。なるほど。それが面白い。じゃあ若き頃の陽気船長が何やっとったとかも。いや確かにまあひたすら楽器弾いてたと思うけどね。陽気にやってたと思うよ。ブルックの生前の姿も見れるかもしれませんし、そういうとこ期待したと思います。でそっからそのキングのね、その素顔の話になるわけなんですけど、ワンピースのキャラで肌にトーン使ってやるってね、これ相当珍しいことじゃないですか。だよね。やっぱそこ気になるんですね。デフォルトで使ってやるってまあ珍しいことなんですよ。だからやっぱりその肌が有色なんだから色をしてると。そうよね。だから俺ハドラーをね昨日出したんですけど。ハドラー出した。ハドラーなんですよ。さすが世代ではありますよね。僕が今日ちょっと新しい方向から言わせてもらうとしたら、ルナーリア族の中でも特殊な存在だったんじゃないかなっていう。どういうこと？例えばサンジの話になるんですけど、サンジってジェルマンの王じゃないですか。で兄弟それぞれ血統因子を操作されて髪の色が違っちゃったみたいな。あるんですよ。0時も1時も2時も4時も。そうですね。みんな髪の色が変わりました。でサンジだけ空のね傾向によってそれが色が守られた。そう、ジャッジと同じ髪色ですよね。同じになってるっていうのがあったんで、一つの可能性としてキングはそういうなんか実験をされて、人体実験の末に。なるほど。そういう生まれる段階でそういうなんかエピソードがあったんじゃないか。いじられてるんじゃない。珍しい種族やからこそいじられてしまったんじゃないかっていう。なるほど。拷問好きのみたいな。
だからそれにもつながるかもしれない、下手したら。まあやられたことをそのままやっちゃうみたいなね。そうそう、よくあるじゃないですかね。だからそういうパターンなのかなっていうのが一つの可能性としてある。で、カイドウも政府に捕まってね、いろいろ決闘に出されたとかあったんで、そういうなんかつながりももしかしたらあるのかもしれないです。なるほどね。そうそうそう。で、もう一つまた、特にそういう実験とかはされていないにしろ、ルナーリア族の中でもともと生まれつき肌の色が違っちゃってたりとかしたんじゃないかって考える。なるほど。そう、ドラム島で言うとチョッパーのパターンですね。だから仲間外れってことね。そういうことです。ルナーリア族ってそもそも珍しい種族だと思うんですよ、世界的に見ても希少だと。なんですけども、その中でもキングがさらに特殊な個体だった。なるほど。で、1023話でクイーンがサンジに対してルナーリア族じゃあるめえしって言ったじゃないですか。初めてルナーリア出てきた時ね。その言葉出た。その時にキングは睨んでたんですよね、クイーンギロって。ああ、確かに。そう、僕それ改めて今回読み返した時になんかちょっと違和感を覚えたんですよ。なるほどね。だから嫌な過去だから思い出させないってことだよね。そうそうそう。なるほど。自分に嫌な思いがなかったら睨まないじゃんって思った。まあ確かにね。だからもう出自すら隠したいというか、そうだからこそ顔も隠してるっていうね。そうそう。なるほど。だから自分自身がルナーリア族であるということ自体をもう嫌悪したみたいな。なるほどね。はいはい。この可能性があるんじゃないかなって。いや全然ありえそうっすけどね。そう思ったんですよね。はい。そう思ったらなんか発火する種族であることが確定してるのに、は発火する技はあんま使ってないもんな。そうなんです。確かに今回の探求ファイヤードーンのやったらね、それもいきなり火だるまになったかもしれないのにね。なんかの大仁田淳みたいな気合で乗り切る感じのプロレス技ファイヤーみたいなデスマッチみたいな感じなんですよ。それこそ炎を絡めてたらね、より強力な技になったと思う。そうよ。そうしてない。ってことはもうルナーリア族の中でそういうなんかエピソードがあったとかっていうのもなるほど。考えられるなとちょっと思いました。おもろいおもろい。ありえそう。なんかね、でもその世界政府に捕まっててね、珍しい個体だからっていう。その時に横で実験されてたのはキングカイドウだったら、一緒に逃げる時お前もついてくるかみたいなね。仲間になったとこありそうね。そういうのあってこれもめちゃくちゃいいな。でさらにまあルナーリア族に関して言うと、そのまあ月とのね可能性もあるわけですから、隠すっていうことは地球人ではないよっていうことをなんか暗に示唆したいのかな。なるほどね。そういうのも思ったりしたんですよ。なるほど。まあ世界って魚人の迫害も含めてなんかちょっと人間以外の種族ってちょっとなんかね、いじめられがちやからね。わかるわ。だから種族間同士でこういう問題が絶えないっていうのがずっと描かれ続けてきたんで、確かに確かに。またキングにもそういうね話があっていいんじゃないかな。ありえますよね。それも思いました。はい。今回のサブタイトルの方にもちょっとつながっていく話したいんです。今回のサブタイトル意味深よね。意味深だったんですよね、やっぱね。想像を超える危機。もう一回ちょっと質問するんですけど、これなんだと予想されましたか？想像を超える危機っていうのは、この後の鬼ヶ島が墜落するっていうことに対してかな。ああ、やっぱりそうですね。そうなります。僕も最初そう思ったんですよ。まず鬼ヶ島が崩壊してしまう危機が迫ってる。これは間違いないことじゃないですか。そうですね。で、ヤマトと桃之助がそれを止めようとしているっていう流れになったんですよね。で、どう止めるかっていうのがね、一つにはやっぱり桃之助が同じホムラグモを出して、しっかりこう竜の力そのものをこう使って移動させて、これ結構本命ですよね。そう、本命の流れ、安全な場所でうつうつみたいな流れがあると思うんですね。はいはい。その他にもまあいくつかパターンあるなと思ったんですよ。じゃあなんでヤマトが一緒にいるんかっていうところを注目していかなければならないと思う。なるほど。別に桃之助一人で止められるんだったら、桃之助一人でもいいわけじゃないですか。確かに確かに。竜の力だけでやってくれるいいと思うんですよ。けどヤマトを同行させたっていうのは話の流れ的にヤマトも必要になるからだよっていうのを示唆するじゃないですか。なるほど。そういうのがあってもいいのかなって思ったんで、それこそ桃之助が失敗作と言われてる理由、何かができないんじゃないか。そうですね。魚魚の身に対して何かが劣ってるんじゃないかっていうのが、この後鬼ヶ島を止めるっていう段階に入った時に出てくるとしたら、そこでヤマトの助けが必要になるんじゃないの。なるほど。何なんだろうね、失敗作の効果効能は。そうそう。で、結構コメントとかでも来るんですけど、ベガパンクは人工悪魔の実が食べられる前に失敗作だって分かってたから、その時点で分かる失敗の要素なんじゃないですかっていうのがあったんですよ。なるほど。鋭い。そう、確かにそうだなと。例えば身の形状なのか色なのか、そういうところで失敗してたのかなとかっていうのを思うんですけど、
ど、僕が想像するそのベガパンクの凄さからすると、ベガパンクってもう自分が作った悪魔の実の血統因子のなんかデータみたいなのを見るだけで、この実は食べた時どういうことができるとか分かる可能性があるから。なるほど、やりえそうですね、それもね。そうそう感じたんですよ。なるほどね。もしそれが可能なのだとしたら、誰かが食べた後何ができないっていうのが分かってたとしたら、桃之助がまあ食べた後に失敗作っていうのが分かるっていう、なんか辻褄も話としてあるんですよ。そうですね。とかあったんですね。ですからやっぱり桃之助がホムラグも例えば十分に出せないとか、そういうこともありえるなって。なるほどね。確かに実際火とか吹いてないですからね、今のところ。そう出してないんですよね。逆に増強しちゃうっていう失敗の方どうです？あ、そうそう、それもあると思うんなんか農家の方って、そう例えばみかんとかりんごを出荷するときに、ちっちゃすぎてもダメだし、大きすぎてもダメなんですってね。甘みがどうのこうの違うから。ああ、なるほど。ちょうどいい大きさのものが一番高級品とされている中で、自然にできたものはそれがうまくいくんですけど、でかすぎた。なるほどね。でかすぎたから悪魔の実の能力が増大しすぎがこれ制御できないだろうか失敗であると。暴走する可能性がある。だから見た目で失敗って判断したと。でそれを食べたからめっちゃホムラグも出せますみたいな。逆にああもう寝てても出てくるみたいな。止まらん止まらんみたいな。止まらん超えてくれ拙者をみたいな。自分の意思はどうにもできないみたいな。そう。ボロブレス出そうにもう大ボロブレスがバーンって急に鬼ヶ島パカーン言って。いやみたいな。やばい展開。火をつけて回ってるオロチも真っ青なぐらい。うわー燃えてるやん。誰か消せみたいな。俺の火の何も意味もなかったみたいな。そう限定みたいな火が出てくるみたいな。エースも涙の目なやつね。みたいな。確かにありえますよね。もう本当に古くから言われてる言葉で「過ぎたれば及ばざるが如し」っていうように、まあそういうこともありえるので確かに。なるほどね。だからどっちのパターンであったとしてもヤマトの助けは必要なんじゃないの。まあ確かに暴走した桃之助を止めてくれる役かもしれないしね。そういう役割なのかなって思ったんですよ。だからね頭も殴ってたしね。確かにいなしだ。そう古くはね緑の巻き場王っていう漫画があったわけですけど、あそこでね速くは走れるんですけど、方向とかねそういう制御が効かない巻き場王に対して中米親分っていうネズミはですねかぶりつくことで制御してたりもしましたから。あ、そうなんですね。頭の上をちゃんと叩く、また噛むことによって制御するってことはね過去のジャンプ作品もありましたからなるほど。もうその流れを踏襲してるのか。理屈でいくとヤマト死ぬんやけどな。親分死ぬから。そうなんですよね。これ1分出すヤマト死亡プラス理由は巻き場王にあったやったみたいな。クソみたいなそれも中米親分令和でサムネイルした人おらんと思うけどね。いないめちゃめちゃ面白いですよ。僕は面白いですけど、確かにでもちょっと今トワイ君いいこと言ってくれたと思って、それこそ今週のセリフでヤマトが誰にも知られずこの危機を乗り切るんだって言ってましたね。言ってるんですよ。まあこれがまあ意味深といえばまあ意味深かなと感じたわけですよ僕は。やっぱりヤマトって忍とか以外の赤座と面識がないとか、そうですね。そう結構人知れずこう動いてるみたいな部分があったっていうふうに考えていくと、このまま語られぬ戦いをするみたいな、アラバスタリウムギャラの道みたいな誰も知らない戦いがあったと。でそれを誰がやってくれたの、後からヤマトだって知るみたいな展開が起こりうるなってなるほど。なった時に、もしかしたらヤマトがですねこの鬼ヶ島を救うにあたって命の危機に瀕するってこともありえるんじゃないかなって、ちょっと危機をですね覚えてしまったんですよ。そうですね。なるほどね。でこっからその想像を超える危機にちょっとつながっていくんですけど、聞きたい。やっぱりですねヤマトも言ってたように鬼ヶ島は爆弾と同じなんだと。そうね。このまま墜落してしまうと甚大な被害が出る、言ってたよ。やばいことになり得るというのがまあ今回のまっすぐ受け取った場合の危機だ。まあそうストレートやったらそうですよね。なんですけど、もしですねこの想像を超える危機ってこのサブタイトルが我々読者に向けられたまあメッセージというか、あなたたちが今週この話を読んで想像する危機を上回る展開が待ってますよっていうことだとしたら、さらにこの一段上の危機が待っているとも考えられるんじゃないかと。もう本当に藤山爆発噴火しか考えられへんわ。確かに噴火させますか藤山。やっちゃいますかついに。やりましょう。いやそうなんですよ。まあぶっちゃけて言うと藤山もちょっと絡んでくる可能性あると思う。ここでさっき言ってきたキングがもう一回戻ってくるんですよ。キングって発火する種族なんですよ。この鬼ヶ島に今火薬とか武器が量産あると。ね、これ繋がってきたらやばいことになりませんか。
やば。爆発しちゃう。しちゃうかも。確かにね、キングって怒りモードだみたいになって、敵味方構わず暴れますよ。そうっすね。だからもう何しでかすか分かんないですよ。やばいやつだ。そう一気にこう発火をもうやばいぐらい繰り出してきて、鬼ヶ島のこの火薬に引火でもしようもんなら一気にドカンいっちゃうんですよ。ちょっと待って、でもそうなるとオロチが火をつけて回ってたんです。そういうことやったの？そういうことかもしれないですよ。もしかしてキングとオロチって繋がってたりする説ある？その可能性もあると思ったんです。すごっ。そこを裏切ったらやばいね。それすごいね。いやすごいな。それ想像を超えてるわ。超えてくるでしょ。確かに確かに。でなんなら今オロチが向かってる宝物殿とか、まだ隠されてるかもしれませんね。そうですね。でワノ国でずっと描かれない左脳島とか、そうね。そういう未知の部分がまだあるんですよ。そうですね。そう確かに。だからそこで我々の想像を超えてくるような要素がまだ隠されているとしたら、さらなる被害拡大ってありえるんじゃないかと思うんです。なるほど。空中で爆発するだけでもかなりのインパクトだと思うんですよ。それこそアラバスタでね、ペルが爆弾持ってきましたけど、あれだけでもめちゃくちゃ地上にも被害があったじゃないですか。びっくりしましたよ。そうだからそういうことがありえるのかなって思うと、それをじゃあどう防ぐのってね、今度なった時に一つの可能性としては、鬼ヶ島を藤山の河口に運んでもう突き落とす。あ、なるほどね。入れちゃえ。なるほど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 。じあゃあ藤山の形鬼の耳に入るかもしれないね。何角が。角が何？藤山から出てくる。鬼ヶ島を食べて。藤山って断面図見ると雲より上にてっぺんあるんで、もっと上昇させるといいんだもんね。そう高いのね。大変よ。そうじゃあいっぱいホームラグも出してもらってね、桃之助にも。あるいはまあ大和の大口の真壁の力、これを生かすのであれば火に対しての氷ってやっぱりあると思うんですよ、イメージとして。なので爆発をこう氷で防ぐとかじゃないですか。うわ、かっこいいね、めちゃくちゃ熱いじゃないですか。だからそういういろんなまあパターンありますけども、桃之助と大和が一緒にいる意味、そして今鬼ヶ島に火薬が搭載されている理由、でキングが暴れ始めたとか、そういうのが全部こうつながって集約されていくんじゃないかな、確かにな。いうふうにちょっと思ったんですいよ。や、ありえそうっすね。ありえそう。でこれが今回僕が想像する想像を超える危機。なるほど。面白いです。面白い。はい、こういう感じでございます。いや、ありがとうございます。いやー、今日きっちしね20分喋っていただくということで。いやもう本当に想像を超えるトークですね。やっぱでもね、読み込めば読み込むほどどんどん出てくるんですよね。もうそうね。そう面白さとか気づきがあるんで、ワンピースすごいね。すごいなって思います。いや、すごかったな。早くキングのショーだしいな。そうなんですよね。だから今までの戦いの流れって強さが上がってたじゃないですか。はいはいはい。まあだからサンジ、ゾロ、ルフィとか、そういう流れが普通なのかなって思ってたんですけど、先にキングがこれ来ちゃってるんで、確かにね。そこちょっとテレコムと入れ替えてるなるほど。っていうのを感じたりはしたんですね。だからそれがやっぱり今現時点ではサンジとか検証機が上だっていうのをちょっとまあ立たせるじゃないですか。なるほどね。なるほどな。そういうの考えたのかなって。どうなんすかね。あるんですか、そういうのね。ゾロのね、ここで剣士としての成長がね、どうなんのみたいなね。まあ確かにね。まあでもペロスペロとジャックがまあ同時に決着ついたように、なんか同時に決着つく気もしますけどね。それはありえるかもしれない。あ、それめっちゃかっこいい。そう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 。確かにやってほしいですね。そうか。両翼ってやっぱりキーワード出てきましたからね。両翼が2人でこう決着をバシッと決める。あ、それめっちゃいいっすね。ということは来週素顔分からずクイーンの話かもしれない。そうだからそう思ってんすよ。そうクイーンの方もめっちゃ引いてるじゃないですか。ね、いろいろみんな忘れてない。60戦。あれも早く決着つけて。ごめんなさい、一言も触れてなかったですね。そう、両翼と交互にやってるから。確かに確かに。相当じゃ格上やったね、あいつね。そうだわ、そう考えたら一番上だったかもしれない。一番強いかもしれない。ありえる。まあ、ということで朗報です。はい、何でしょう。次回は救済じゃありません。そうなんです。しかもです、関東からできますから。はい。いえ、やばいですよこれ。やばいね。とんでもない。次はやばそう。やばそうな展開待ってると思いますね。というわけで今日の深掘り会が面白かったりしています高評価してください。はい、のすけさん、さすがだなと人は今すぐですね、概要欄のところからアナザーブルー登録していってくださいね。お願いします。まもなく3万人ですか。はい、もう目指しはやってますんで。はい、よろしくお願いします皆さんね。はい、ということで高評価してください。コメント皆さんお待ちしておりますよ。それでは See you。 バイ。バリバリ深掘り。こやちゃんクルーがこの夏アゲアゲ、楽しみいっぱい躍動感。クルーのみんなでもっと盛り上げて。 Twitter、LINE ライブ公式 LINE もやってるよ。フォローしてね。お風呂の前は小焼きチャンネル。